こんにちは、小春です。今日の放送では、とても興味深いテーマについてお話しします。それは日本エコシステムに関する分析です。証券コードは9249です。まず、この企業の基本情報から見ていきましょう。日本エコシステムは、エコロジーとテクノロジーを組み合わせた製品やサービスを提供している企業です。この企業が注目される理由の一つは、その斬新な株主優待制度です。なんと、株主には年に2回、クオカードが配られるのです。では、この株主優待はどれほどの価値があるのでしょうか？利回りを見ると、現在の株価で約 12% にもなります。表面上は非常に魅力的に見えますね。しかし、ここで重要なのは、これらの優待が継続的に提供されるかどうかという点です。株主優待は企業の裁量によって変更されることがあります。さて、次にこの企業の財務状況に目を向けてみましょう。最近の株価は下落しており、市場での評価は分かれるところです。一方で、自己資本比率は高く、財務的には安定しています。これは、投資家にとって一定の安心感を与える要素と言えるでしょう。では、なぜこのような豪華な株主優待を提供するのでしょうか？一つの見方として、市場での存在感を高め、株価を支えるための戦略かもしれません。しかし、これは一時的な株価維持策に過ぎず、長期的な企業価値の向上には直接つながらない可能性が高いです。次に、この銘柄の将来性について考察してみましょう。もし企業が持続的な成長を遂げることができれば、株主優待はより価値のあるものとなるでしょう。では、日本エコシステムの株主優待に関するさらなる分析を進めていきましょう。株主優待が提供される背景には、株価の維持や市場での存在感を高めるための戦略があると考えられます。しかし、これは短期的な効果に止まることが多いです。また、株主優待の魅力は、その継続性にあります。しかし、現実的には、多くの企業が経済状況や経営方針の変更により、優待内容を変更することがあります。日本エコシステムの場合、株主優待の継続性は保証されていません。これは投資判断をする上で重要なポイントです。次に、この銘柄のリスク要因について考えてみましょう。一つの大きなリスクは、株主優待が急に変更されることです。これは株価に大きな影響を与える可能性があります。さらに、市場全体の動向や経済状況の変化も、この銘柄の将来性に大きな影響を及ぼします。特に、エコ関連のビジネスは市場の変動に敏感です。では、この銘柄の投資戦略について考えてみましょう。長期的な視点で見た場合、株主優待の魅力に惑わされず、企業の基本的な強みや将来性を重視することが重要です。短期的な投資を考える場合、株主優待のタイミングを利用した売買が有効な戦略となることがあります。しかし、このアプローチは高いリスクを伴うことを理解しておく必要があります。総じて、日本エコシステムは魅力的な銘柄である一方で、投資する際には慎重な判断が必要です。特に株主優待の将来性に関しては、注意深く分析することが求められます。さて、日本エコシステムの投資判断において、他の銘柄との比較も重要になります。例えば、類似のエコ関連企業や同じ市場に上場している他の企業との比較から、日本エコシステムのポジショニングを理解することができます。また、株主優待の内容だけでなく、その他の財務指標も詳しく分析することが不可欠です。特に、収益性、成長性、財務健全性などの基本的な指標に注目しましょう。次に、日本エコシステムの事業内容や市場のトレンドについてもう少し深掘りしてみましょう。エコ事業は現代社会において非常に重要な分野ですが、競争も激しいです。この会社が提供する製品やサービスの特徴、市場での差別化ポイント、そして持続可能性についても考慮する必要があります。さらに、株主優待の内容がどの程度、会社の事業戦略やブランド価値に貢献しているのかを見極めることも大切です。では、投資のタイミングについて考えてみましょう。株価が低迷している時期や市場全体が下降傾向にあるときは、慎重なアプローチが求められます。逆に、市場が好調な時や企業の業績が上向きに転じたときは、積極的な投資が考えられます。ただし、この際も過度な期待は禁物です。最後に、この銘柄の投資に際しては、分散投資の原則を忘れずに、エコ関連銘柄だけでなく、他の業種や市場にも目を向けることで、リスクを分散しましょう。今回の分析を通じて、日本エコシステムの銘柄に対する理解が深まったことを願います。投資は常にリスクを伴いますので、十分なリサーチと慎重な判断が必要です。それでは、
次回の動画でまた新しい投資情報をお届けします。ご視聴ありがとうございました。